はい、今日は空心菜炒めを作っていきます。中国野菜の空心菜、近頃では大手スーパーでも売られていて身近な野菜となりました。空心菜炒め、中華料理屋さんで食べるとシャキシャキでめちゃめちゃうまいんですが、家で作るとなると焼きすぎちゃってクタクタになっちゃったりとか、ちょっと失敗しやすい野菜ではあると思います。なので今日はですね、焼き方、それから切り方ですね、切り方もちょっと工夫することで、美味しくなりますんで、焼き方と切り方、この2つのポイントをですね、解説しながら紹介していきたいと思います。材料の紹介です。まず空心菜ですね。1束お願いします。で、この枝の部分ですね。ここが一番の美味しさのポイントなんで、この枝の太いやつを選んでください。選べればですね、細いやつより太いやつの方が美味しいです。それから合わせていくのは豚バラ肉になります。今日は、豚バラスライス2枚使います。それから香味野菜、ニンニクと生姜ですね。ニンニク生姜は、簡単にチューブでも代用可能です。が、炒め物なのでね、香り上がりますんで、生のニンニクと生姜あれば、そっちの方が全然美味しいんで、そちらで、お願いしたいと思います。それでは早速作っていきます。はい、では空心菜の下ごしらえからやっていきます。軽く水洗いしてですね、この切り口のとこですね、少し変色していったら、この部分だけ包丁で、落として、ください。あとは今日は、包丁空心菜には使いません。空心菜は、基本ですね、手で、切っていくのが一番いいと思います。空心菜の切り方のポイント、まず一つは包丁ではなく手で、切っていく。まずですね、この枝の部分、葉っぱの部分ですね、ここを落としていきます。で、葉っぱの部分とこの枝の部分で、焼き方変えますんで、葉っぱと枝必ずですね、分けて、ください。じゃんじゃかもう葉っぱ落としていきますね。葉っぱ部分と枝部分に分けました。で、葉っぱの方はこれ、切らないでもこのまま使っていきます。で、枝の方ですね。枝の方こそもう手で、割る真骨頂ですね。もう手で割るとこの断面がですね、ギザギザになりますんで、ここにですね、もう味がかなり入ってきます。この手で割るのが枝を美味しく食べるポイントになります。もうざっくりで、いいんで、もう大雑把にバシバシ切っていきます。で、太いところはですね、ちょっと指でこうやって潰してやってください。はい、こんな感じですね。枝の方と葉っぱの方で分けて取っておきます。はい、豚バラですね。豚バラはもうざっくりと空心菜に絡むように 0.5 ミリ幅ぐらいで切っていけばいいと思います。あんまり大きいとですね、空心菜の方に絡みづらいんで、個体と個体の焼き物になっちゃいますから、ちょっと細かくですね、豚バラの方は切っといた方がいいかと思います。あと、ニンニクですね。ニンニクの方はスライスしていきます。で、生姜の方は焼きながら、すりおろしていきますんで、切りはしないで OK です。はい。はい、では焼いていきます。ちょっと大きめなフライパン用意してください。で、よく熱したら、油を大さじ1杯分ぐらい入れてやります。で、最初に焼くのは豚バラ肉です。豚バラ肉入れたら、上にですね、胡椒してやってください。肉の臭み、これで消えますんで、豚バラをまず最初にですね、胡椒と一緒に炒めていきます。はい、豚バラからも美味しい油出ますんで、ちょっと赤み少し残ってますが、もうこのぐらいで、ニンニクの方入れていきます。あと、生姜の方もすりおろしていきます。この辺はお好みでやってください。チューブの場合はですね、3センチから5センチぐらいの間でお好みで入れてもらえればいいかなと思います。はい、これでニンニクと生姜の香りがつきましたんで、ここにですね、先に葉っぱを入れます。先に葉っぱです。火が通りづらいのは茎なんですけれども、
あいつはシャキシャキ食感残したいんで、先に葉っぱをですね、入れて、こいつはですね、逆にしんなりさせちゃいます。はい、葉っぱの方しんなりしてちっちゃくなったんで、ここで茎入れてきますね。茎入れたら、味付け、しちゃいます。もうシンプルに醤油だけ。大さじ2杯入れていきます。はい、醤油を入れたら、ここで火を止めちゃいます。これ茎はもう余熱で、調理していきます。そうすればですね、火が入りすぎることもなく、ちょうどいいぐらいの火加減というか熱が茎の方に入りますんで、ちょうど美味しく仕上がります。醤油の方がですね、全体的に味が回って、茎とかにもですね、油がしっかりとまとわれば、これで完成になります。はい、もう混ぜただけな感じはしますが、もうこれでしっかりと火が入ってます。シャキシャキ食感で美味しい空心菜の炒め物をこれでできてますんで、完成になります。はい、今日の空心菜炒め完成しました。ちょっと食べてみますね。このでっかい茎のとこいっちゃいましょうか。すごい、うまっ。食感がめちゃめちゃうまい。このしなしなの葉っぱの部分と一緒に食べてみましょう。この葉っぱの部分が味を吸ってますから、うまっ。今日の空心菜、まず切り方は手で、割るというのがポイントでした。あとですね、焼き方ですね。葉っぱの方を先に炒めてしなしなにして、茎の部分は余熱で、火を通すというのがポイントになりました。この2つのポイントを押さえれば美味しい空心菜炒め、作れると思いますので、ぜひとも試してみてください。今日も動画最後まで見ていただいてありがとうございます。いいね、グッドボタンとチャンネル登録の方、ぜひともよろしくお願いいたします。